く。ある。皆さんこんにちは。ふるさとのしおりです。今回は久しぶりに外の作業をしていきます。最近はずっと母屋の2階の解体作業ばかりだったので、いい気分転換になりそうです。冬前に竹林を整備した時の草木たちがしっかり乾いてくれてますね。これぐらい乾ききってくれると運ぶ時も楽ちんでよく燃えてくれるので助かります。運びやすいように枝や竹たちを束ねておきます。束ねた木や竹たちは裏庭に人力で運んでおきます。やっぱり家の裏に広い土地があるとそこ作業がはかどりますね。何もないスペースだと残材を置いておくスペースにもなったり、いろいろと使い勝手がいいです。運搬車を持っていないので全部人力で大変ですが運んでいきます。ところどころに竹の皮が落ちています。これはマダケのタケノコの皮で、おにぎりを包んだりするときに使われていますよね。わーっと落として、これもこっちに外した方がいい。そうな。外回りの整備は毎年毎年繰り返します。一回やって終わりだったらいいですけど、そういうわけにもいきません。一回でもサボると一気に荒れてしまいます。大変なんですけど、地道に繰り返すことが大事なんですね。着実に景色が良くなっていくので、やっていて気持ちがいいです。田舎や里山の美しい風景もその繰り返しの連続なんですね。竹林整備をして竹の本数を減らした分、落ちてくる笹の葉も今年はちょっと減った気がしますね。放っておくと一気に荒れてしまうので厄介者扱いされがちな竹林ですが、特にこの冬は北側からの冷たい風を防いでくれる防風林の役割も果たしてくれて、そのあたりはありがたいですね。昔は生活のあらゆるところで竹が利活用されているので、きっと重宝されていたんでしょうね。お正月休みでなまってるわ。体はなまってるだろ鏡餅体験になってる。どん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 。みかん。うん。ああ、ちょっと違う。
壁払うわ。今使っているブロワーは廃工機のものを購入しました。18V なんですが、取り回しの良さと価格が決め手でした。やはりあると便利で何かと使ってしまいますね。ここは昨年まで外のトイレがあった場所なんですが、左側の苔がちょっとずつ増えてきてくれています。このまま増えてくれることを願っているんですが、どうでしょうかね。ざっと集めた笹の葉をシートにくるんで裏庭まで運びます。こうして集めてみると結構な量の笹の葉が落ちてますね。ちょっとちっちゃいよ。それでも毎年繰り返すことによって少しずつ家の周りもきれいになっていくと思います。量は多いですが、やはり乾いているのでとても軽いですね。これだったら一人で運べます。夏の草刈りの時は特にそうですが、買ったばかりの草はとても重いです。これぐらいの量ではもう一人では運べません。しばらく放置しておいてしっかり乾くまで待ってから運ぶのが楽に作業するコツですね。擁壁の際に生えているのはシャガという植物です。半日陰の湿っぽい場所を好むみたいで、春頃に白い花を咲かせます。環境に適していればすぐ根付いてよく増えるので、グラウンドカバーにもなりそうです。
この辺りは昨年の整備で取りきれなかった笹の葉がまだ堆積していました。数年間放置されていた場所なので、かなり堆積していたんだと思います。昨年、今年と続けて手を入れていくことによって、少しずつですが整ってきれいになっていきます。最初は大変でしたが、だんだんと作業の労力も減っていくと思います。納屋の裏ですが、今後どうしようかなと考えています。納屋の軒から垂れてくる雨水を受ける U 字溝が埋まっているのですが、あまり機能を果たしていないみたいで、試しに雨落ちを作ってみようかなとも考えています。まだ検討中ですが、もしいい方法があったらぜひ教えてください。動画では見えづらいですが、高いところに大きなクモの巣がありました。こういう見えづらいところにすぐクモの巣ができてしまうんですね。そして絶妙に届かない場所、夫に代わってもらおうと思ったら、強い風でクモの巣がどこかへ吹き飛ばされてしまいました。よく見ると低いところにもクモの巣たちが、ついでに夫に掃除してもらっちゃいます。よし、これで綺麗になりました。集めた草木を燃やそうと思っていましたが、だんだんと風が強くなってきてしまったので断念しました。煙や火の粉が舞うので、むやみやたらにはできません。ざっと片付けるだけでもやっぱり印象が変わりますね。今後も繰り返していく整備作業ですが、やるたびに整っていくと思うと、これからが楽しみです。集めた草木は次回燃やそうと思います。次は風がない時を見計らって。この日はちょうど1月7日だったので、七草がゆを作ることにしました。今はスーパーでも簡単に手に入るんですが、できることなら自分たちで収穫したいということで、家の裏庭を2人で探してみることにしました。この辺まずは箱べらを見つけました。この辺はちょっと色があるやけど。これうん小さな白いお花が咲いています。私は取ればいい。これか。これです。これが箱べらです。よくよく見ると結構入っています。いっぱいあるね。ちょっと黄色いけど。はい。はい。これ取ってください。ちょっと黄色いな。
ここは母屋の北側、5行ね。外トイレがあった場所ですが、ここで5行を発見しました。5行と言われてもパッと頭に浮かびませんでしたが、見てみると確かにどこかで目にしている気がします。これとか、これとか。これいいかな。これが5行です。表面には白いふわふわした繊毛が生えていて、匂いを嗅いでみると爽やかな香りがしました。個人的には5行の香りが一番好きです。なんかあれなのか伸びないのか。お次はセリを収穫します。これは去年も積んでセリご飯で食べたんですけど美味しかったですね。私の実家で鈴菜、鈴代、なずなを積んできていたので全部で6種類。一つ足りません。花が咲けばわかるかもしれない。仏の座は見つけられませんでした。左からセリ、なずな、5行、箱べら、鈴菜、鈴代です。来年は仏の座を見つけて7種類制覇したいですね。さっきは5行の香り嗅いだすごいか。一見するとただの雑草のようでしたが、火が通るとさーっと緑色になって綺麗ですね。熱々で美味しそう。味付けはシンプルにお塩でいただきます。大根かぶ大根入れた。いただきます。いただきます。あー、おいしい。あれだよ。1月に入って体感って近づいて寒くなって寒いなかった。そこ冷えてる寒さ。いやー、七草がゆの地味深さが体に染み渡ります。塩だけの優しい味付けがいいんですよね。草がゆちゃんと7つ入ってる。インターネットで七草がゆを調べてみると、どうやら江戸時代ぐらいからの風習みたいです。
お正月休みの暴飲暴食の胃腸をいたわる意味もあるんだとか。本当かどうかは分かりませんが、これは体に良さそうです。七草がゆで英気を養って、これでお正月明けからも頑張れそうです。